こんちは。強属性瓶担いでますか？どうも我々です。今回は発掘の雷強属性チャークを振るっていきますよ。ずっと眉間まで置いてあった武器です。このフォースオブフォールだね。貫禄の最高倍率、田村40スロミだ。しかし、厄介なのがその属性。雷、それも強属性瓶がついてるよ。この使いづらさ、ギルクエ勢には分かっていただけますよね。雷属性はそれなりに通る相手がいるんですが。榴弾を蹴って属性を押し付けるほど有効な敵は少ない。強いて言うならジナーに担げるくらいかな。でも今回は、頑張ってギルクエに勝つ、げるわけねえだろなめんな。急に怖。しかしまあ、我々ジナーのクエありませんし、他で雷が通る子を見繕うほかないですね。なわけで用意したのがジョーだ。と言っても怒り食らう方ね。ジョーは通常と土壌で肉質が変わるんですが、特に属性に関してはかなり軟化するんですよね。その上、胴が長いから調質も入りやすい。強属性の相手にちょうどいいんじゃないかな。装備はこんな感じで組んでみた。常用の火力装備って感じだね。ガード可能とはいえ、高耳耐震は欲しいですよね。土壌は行動が素早いですし。クエストはイベントのこれね。狩られます、イビル城に。土壌くん、例によって通常クエには登場しません。イベなしだと会うのが面倒です。スタートはここだった。リノプロをこづいて瓶を回収しよう。銅を殴ると黄色溜まる前に死んでしまいます。頭を殴って延命してあげましょう。初期位置はここ。崖上にいない状態は助かる。エリア左の低めの段差、ブレス交代で無視してきます。ジョーだけ安全圏に行くなんてずるい。安全上の都合、なんちて。つまんな。ごめんて。さあ、そんなつまんないこと言ってないで、瓶溜まったから解放を狙っていきますよ。くそ、差分が導入されたことで編集で遊び出してる。ゆかりちゃんがさらに辛辣に。私のキャラは別に変わってないですよ。あかりさんこそ好評な声が多くて結構じゃないですか。おーっと、私も人気への嫉妬か。うわつまんな。ごめんて。そろそろ狩りのこと話さないと。せっかくの強属性瓶なんだから。土壌の肝としては、やはり怒り中の立ち回りですかね。動きが早いので結構強いと思います。安易な GP 放出は間に合わないことが多いね。当てるなら、位置調整で能動的に狙わんとダメだな。この関係上、飛びかかりも直接後隙を狙いたい。GP は最終手段まである。一方、突然のタックルなどは GP しないといけません。通常より数倍忙しい。特に脅威なのが近距離からの噛みつきだ。即拘束される厄介すぎる行動。で、それより厄介なもん食らっちゃったよ。竜やられなんて一番回避すべきなのに。強属性瓶で属性全カットは笑えませんね。急いで打ち消していきましょう。危ねえ、打ち消し持ってきといてよかった。はじめは馬ぶって使う気なかったんだけど。いざという時のリスクがでかすぎますからね。慎重なのが一番です。あ、ジョー君が高いとこに行ってしまいました。あそこは深追いしない方がいいと思います。練習テイクでなんだ事故ったことか。今すぐ段差を撤去しろ。一応、ノリが取れるってのはあるんですが、基本的にはノイズにしかなりませんね。調室の隙は足ひるみで取っていきます。ジョーはダウン時間が長いので。足は雷30の通るからな。シンプルにダメージ稼ぐ点でも狙う価値がある。これ以外チャンスもないですしね。おっと、最初のダウンが入った。不完全だが調室を入れさせていただく。ただ今回、なぜか胴の方を狙っちゃってるんだよね。肉質的には足から尻尾に通すべきなんだが。きっと数的にも尻尾のが安定しそうですしね。ここは改善の余地があります。この辺は退場の経験不足が出てるね。さあ、飛びかかりはガードせず貪欲に瓶を回収するぞ。これだから耐震必要なんだよな。GP 取ったら、それだけで終わっちゃいますもんね。直撃しそうなら防ぐしかないですが。怖い。この振り向き噛みつきも早すぎて焦る。こういう小技もめっちゃ削りでかいんですよね。コウドウだけなら極限上より全然強いと思います。極限も特殊個体のモーションを一部使うが、それでも通常種の延長って感じだもんね。あ、よだれが見えた。お疲れのご様子。切れ足が落ちてるところではありますが、疲労中は攻撃を優先したいですね。怒り状態と比べてかなり隙が増えるので、ここを逃さないようにしたいです。ちょっと、ゴリ押し気味で解放切りを当ててみようかな。うまく転んでくれるといいが。よし来た。最後の瓶爆発でちょうどひるんだみたい。瓶状況もバッチリですね。調室フルヒット、狙っていきます。今回は、角度的に尻尾に全ヒットは難しそうなので、足から胴に通してますね。一応、胴なら雷30通るね。前足と胸は25に下がっちゃうが。にしても、切れ足が緑まで落ちちゃいましたね。さすがに研ぎたいです。尻尾めっちゃしなるね。最後まで判定たっぷり。
まだまだ疲労は続くだろうし、研魔術を活かして解いじゃおう。しみったら匠技物は無理だったんですよね。ならせめて火力を、と思って真打ちを採用しています。剣で殴る機会もそれなりに多いとは思いますが、どれくらい貢献してくれてるかは謎です。つっても、属性盛るなら総点数アップとかになるしな。そっちはさらなる神読が必要だぞ。シミュの候補には、聴覚保護6雷属性14スロ1と出てます。さすがにピンポイントすぎますね。この辺も榴弾のが楽だなと思います。攻撃盛るだけで勝手に強くなるし。まず砲術10ポイントで 1.3 倍だもんな。改めてすごい倍率してるよ。移動したので追いかけてきました。めちゃめちゃ食ってますね。ハンター戦でも捕食行動ばっかりしてたが、これだけやっても満たされないとは。ほんと、難儀な生態してますよね。あっと、ここの調室の選択、これはちょっと焦りすぎですね。だね、どう考えても全ヒットは間に合わなかった。普通に解放切り打てばよかったわ。撮影裏話ってほどではないんですが、これでも数テイクは重ねております。少し前から動画をテンポアップしたのに合わせて、狩猟内容の OK ラインを引き上げたんですよね。もちろん、以前の動画も納得したプレイを採用してたけどね。正直、もう一回やれば縮むかも、ってのはあったんだ。だから、これまでよりあと一歩踏み込んで、いいプレイを録画することに決めた。もちろん動画としてはいいことなんですけど、収録の負荷は間違いなく上がりましたね。特に、こういう一般モンス戦はそれが響きます。元が短いと更新の余地が大きいんですよね。同じ30秒でも、プレイ時間5分と15分じゃ違うからね。短めの狩猟は特に大変になりそうだ。まあでも、視聴者に満足いただくのが最優先なんで、正しい方向の苦労と思えば。その通りだね。今後も妥協せず動画作りしていこう。あ、またジョー君こけました。点灯取るペースかなりいいですね。点灯の回数が解放切りの回数だからね。うまく点灯取れないとタイムは縮まない。失敗テイクは他の部位のひるみが被ったりしたから、少しは的確に足狙えるようになったかも。で、また移動しそうです。なんとか阻止を。おお、危ねえ、とっさの立てつきが届いたぞ。タイムは6分半切り切ったとこでしたね。なかなかええんやないですか。収録中は7分がなかなか切れませんで、ようやっと納得いくタイムが出ました。1エリア目が順調でも、2エリア目でぐだったりね、集中力を継続するのが大変な相手だったわ。でも、強属整備の相手としては適任だったと思う。順応していく過程がかなり楽しかった。これぞモンハンの醍醐味ですね。いつ味わってもいいもんです。あ、しれっと滅輪も出た。以上、雷強属性の発掘を使う回でした。武器は置いといて、対土壌のチャークが楽しかったです。いろいろと詰め替えがありましたね。矢継ぎ早な行動と少ない後隙、一つ一つ対処法を見極める必要がありました。距離によっては、とっさに GP する判断も必要だったりね。大変だけどいい相手だったわ。ただ、こんだけ属性が通る相手でやっとだから、強属整備への評価は変わらんね。これほんと極限の仕様に泣かされてますよね。ステータス上だとこんな強そうなのに。数少ないギルクエの雷弱点も軒並み極限化。不運というほかありません。極限がなかったとて、榴弾に変われるかはかなり怪しいが。次に担がれる日は来るのか。ほいじゃ、次の動画で。またね。